皆さんこんにちは、ゴリアユです。本日も久々に韓国人の好きなスピードでお送りいたします。突然ですが、皆さんは運命を信じますか？私は行動することで変化が起きることはあっても、自分に起きた出来事には意味があるというのは信じるタイプ。今考えてみると、昔から何かしら韓国と縁があるなと感じる出来事がちょいちょいあり、半分こじつけかもですが、今日はそんな話を軽くしていくつぶやき動画です。時は遡り2000年、小学生の頃、韓国や中国、アメリカなどニュースでいろいろな情報が溢れる中、私の家族は昔から特定の国に対する偏見を持たない人たちで、父は特に職業柄アジアにとても詳しいにもかかわらず、特定の国を悪く言っているのを見たことがなく、私も偏見を全く持たずに育った。私の通った小学校は至って普通の公立小学校でしたが、少し変わっていたのは結構グローバルだったという点。日本語があまり話せない中国、台湾、ブラジルなどから来た外国人の転校生がちらほらいた上、たまに学校行事でいろんな国の人を数十人招待するイベントをやったりもしていた。私はそのイベントで一人一つ国旗を書くときも韓国の国旗を担当し、代表で花束を渡すときも私は韓国人担当で감사합니다と言いながら花束を渡す役割をしたのを覚えている。なんとなくその頃から韓国には興味があり、見よう見まねでハングルを書いてみたりもしていた。母が冬ソナで韓流にハマってからは、家の壁にハングルで単語が貼られていた上、毎日ハングル講座のラジオが聞こえてくるほどで、毎日壁を見ているうちに簡単な単語、カドンチャ、ハマジという単語を覚えていたり、冬ソナを私も一緒に見ながらハマりにハマり、1話に出てくるテックブという単語は聞いたままそのまま覚えていて、主題歌もカタカナで書かれた歌詞を雑誌で見ながら完コピしていた。小4の頃、家族で初めての韓国旅行でチュンチョンに行った時、父の知り合いと両親が大人同士で話をしている間、私と弟はお店の横にあるアスレチックで遊んでいた。知り合いがアスレチックで先に遊んでいた現地の子供たちに、この子たち日本人だから仲良くしてあげてねみたいなことを言っていて、その子供たちが私たちにエルボンサラミヤと話しかけてきたのを聞き取ってうなずいたのが、今考えると私の初韓国語コミュニケーションの瞬間であった。その子たちとどうやって遊んだのかは覚えていないが、なんとなく私も韓国人でいないといけない気がして、その場では弟のケンタを勝手にケンチョルと名付け、ケンチョラと呼んでいた。ケンチョルはケンチョルで呼んだら振り向いていた。中学自体は韓国から離れていたものの、その間も母の韓国語の独学は続き、家には大量の韓国語の教材が。後々高校生になった私は、当時母が使っていた教材を片っ端から愛用することとなる。私は韓国に本格的に興味を持ち始めるようになってからは、さらに驚くことの連続で、私は親族に韓国人がいるわけでも在日韓国人でもない生粋の日本人なのにもかかわらず、高校生で短期留学をするときに初めて親戚の中に韓国人と結婚予定の方がいることを知り、今では結婚し、同じ在韓日本人として韓国で13年間交流を続けるオンニーとなる人ができた。さらには私の実のおばあちゃんが子供の頃韓国のプサンに住んでいたということをおばあちゃんが亡くなった後、つい数年前に知った。もちろんおばあちゃんも日本人ですが、両親の仕事の関係でプサンに引っ越した後、仕事の事故で現地でご両親を両方とも亡くし、一人で日本に帰ってきたらしい。お母さん曰く、よくよく考えてみたら、昔おばあちゃんがよく口ずさんでいた歌が日本語じゃなかったような気がすると。こういうのって考えようなので、こじつけといえばこじつけなのですが、私が韓国語にハマった瞬間、そして韓国の土地に足を踏み入れた瞬間のあの感覚、昔の出来事が全て意味のあった出来事だったように感じる。日本も恋しいはずなのに、韓国に住めば住むほど嫌になるどころか、ここが私のいるべき場所だと感じるところを見ると、来るべきしてきたんだろうかとも思ったり、そんなこんなで運命なのか何なのか、もう13年も韓国に住んでいる私の韓国ライフをまとめた初めての著書が一昨日19日に発売されました。なんとたくさん予約注文いただき、発売前の重版が決まるというとても嬉しいスタート。そして5月13日19時より代官山蔦屋書店で出版記念イベントをやる予定です。詳しくは後日私の SNS、 そして代官山蔦屋書店のホームページで告知予定です。ぜひ本屋さんに立ち寄ることがあれば、私の本もお手に取っていただけたら嬉しいですし、イベントもお時間のある方参加していただけたら嬉しいです。流れが少々、いやかなり無理やりでしたが、今日の動画はここまで。それでは次の動画でお会いしましょう。アンニョン。